不動産屋さんの怪談語り手ゆりです。これはある男性の登山家の方が体験した不思議なお話です。その方を仮に白井さんとしておきます。白井さんは単独で茅ヶ岳や甲斐駒ヶ岳、北岳、八ヶ岳などの地元山梨県の山々、そして富士山にも年に数回ご来光を眺めに登っていました。それは白井さんが40代の頃で、その年のゴールデンウィークに茅ヶ岳に登った時のことでした。茅ヶ岳にはハイカーたちは甲府の北から目指すそうで、白井さんは明野町の浅尾の集落を通り抜けて、広い原野を抜け尾根を目指したそうです。そこは日本一日照時間が長く、その日も良い天気で太陽光が眩しく、周りの青い草花は気持ちの良い風に揺れていました。リュックを背負い直した白井さんは、熊よけの鈴のチリンチリンという音と、自分のトレッキングシューズのキュルキュルっとする靴音を心地よく聞きながら、よし登るぞと奮い立ったそうです。ゴールデンウィークといっても、その日は平日だったせいか、他のハイカーとはすれ違うこともありませんでした。白井さんは山道の落ち葉を踏みしめながら尾根に向かって一歩一歩登り出しました。間もなく周りは高い木々に囲まれ薄暗くなっていきましたが、時々木立の間からは太陽光が差し込んでいました。白井さんは背中に程よい汗をかいてきたそうで、登る速度も上がっていったそうです。さて、どれくらい登ったでしょうか。標高1704メーターの山頂まではまだ少しある山の中腹あたりでした。ふと木漏れ日の間からキーンという奇妙な甲高い金属音が突然聞こえてきたそうです。その音に山の斜面の低木や落葉樹が一瞬共鳴したかのように震えているのが分かりました。白井さんは最初、それは旅客機か自衛隊機が上空を通過する音かと思いました。リュックのストラップを握りしめながら白井さんは立ち止まり空を見上げましたが、快晴の空には何も飛行していませんでした。妙な聞き慣れない音だったな。何だったんだろう。そう思い周りを確認しましたが、やはり音源となりうるものは何もありません。するとバサバサという何かが動いて木立に当たるような音がしたそうです。あれ、熊かと焦りましたが、野生動物の姿はどこにもありません。白井さんに緊張が走りましたが、足を止めて音のした前方を見ていました。すると遠くにそびえ立つ樹木の間からキラリと光った何かが滑るように動いたのに気がつきました。白井さんがハッとしていると、またさらに向きを変えてキラリと光り、白井さんに近づいてきているようでした。どうやら樹木の間に差し込む太陽の光がそれに反射して光っているように見えたのでした。白井さんはこっちに何かが向かってきているようだが、何だろう。そう思い持っていた双眼鏡をそっと覗いてみたそうです。すると白井さんは自分が目にしたものが信じられませんでした。遠くに見えるものは人間に見えたのですが、とても登山者の姿ではなかったのです。幾人かの集団で3人ははっきり確認できたのですが、どの人も頭から足先まで体にピタッとフィットした銀色のコスチュームをまとっていたのです。わかりやすく言えば、竹本ピアノの CM で財津一郎さんと一緒に登場するダンサーたちのようなコスチュームを着ていたそうです。顔は日本人というより外国人のようにも見えたのですが、どの人種にも属さないような、男性か女性かもわからない性別不明の風貌でした。白井さんは、まずい、何かの儀式集団と出くわしてしまったのかもしれない。そう思い慌てて山道からそれると、近くの岩がむき出しになった樹木が持たれるくぼみがあったので、そこに隠れたそうです。白井さんはそこから出るに出られず、
性別不明の彼らをずっと観察していました。よく見ると彼らはブーツを履いて動いていました。こんな山奥にブーツとは、一体何者なのか。さっきのキーンという奇妙な金属音は彼らが発したものだったのだろうか、などと白井さんは頭を巡らせていました。すると白井さんは「あ、しまった!」と思ったそうです。かぶっていたテンガルハットを山道に落としてしまったことに気がつきました。こちらに少しずつ動いてきているあの得体の知れない銀色集団がそのテンガルハットを見つけたら自分も見つかってしまう。もしおかしな連中だったらどんな目に遭わされるかと恐怖でした。でも白井さんはそれと同時に彼らにとても奇妙なものを感じたそうです。確かに性別不明の何人かもわからない妙な姿の集団でしたが、なぜこんな山奥に来て活動しているのか、儀式ではなかったとしたら何をしようとしているのか、とても不可解だったのです。その銀色の体にピタッとつく服もまるで宇宙服のように感じました。キラキラと太陽の反射で光りながら、その集団はさらに白井さんに近づいてきます。そしてもう双眼鏡が必要ないくらいの距離になった時でした。白井さんは「ああ、もうダメだ、見つかってしまう」と心の中で叫んだ時、突然またキーンというあの奇妙な金属音がしてきたのです。するとそれと同時に銀色のコスチューム集団はパンと破裂したかのように消えてしまったそうです。まるで複数の風船が一気に割れて弾き散ったようでした。白井さんはただただ唖然として立ちすくんでいたそうです。どれくらいその場にいたのか、白井さんははっと我に返り、慌ててテンガルハットを拾いに行き、引き返さずに登山を続行したということでした。その道すがらも白井さんは今目撃したすべてのことをずっと考えていました。そしてふと思い出したことは、この茅ヶ岳も含めて八ヶ岳山系は UFO の目撃談が多発しているところで、パラグライダーの愛好家の知り合いも以前中腹で葉巻型の UFO が急降下していくのを目撃していました。ただその時は白井さんは半信半疑でまともに考えたことはありませんでした。でも白井さんは自分が見た山には似つかわしくない姿の不思議な集団はひょっとして地球外生命体だったのだろうかと今ではずっと疑問のままだそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。